ここすごく大事なとこなんですよ。まあ最近サンガの方でも繰り返しお話ししているんですけども、僕たちは、頭が悪いわけじゃないんですよ。というか、そんなに、頭良くなれない性質なんですよ、人間って。ポンコツなんですよ、もともと。うん。で、そのポンコツがさらに洗脳教育の中で、いわゆる精神病に陥っちゃってるんです。でも、周り中みんな病気だから、それがデフォルトの世の中だから、私は健全だって誤解しちゃってるんですよ。そうじゃないんです。僕たちはみんなある種の病気です。機能不全ですっていう状態なんです。ねえ、エックハルト・トールさんのニューアースなんかでも出てくるよね。人間の意識状態は完全な機能不全だって。で、僕たち自分が病気だっていう自覚がないよって。だから治そうとしていないよ。よく考えてみて。宗教が話してくれてるのは、僕たちはみんな病気だよって教えてくれてるの。ねえ、病に侵されちゃっているよ。そのことに気づいてないよ。だから治療に入らないで別なことやってるよ。治りもしないまま活動を続けているよ。だからうまくいかないんだよ。で、もう刺激依存症だし、ねえ、刺激中毒だし、そういうね、もう病気ですと。で、皆さんに聞きたいんですけど、病気って勉強することで治りますか？ねえ、この病の原因は、こういう薬がこれに効くんだ、だとかって、いろんなこと知っていて勉強したとしても、治療に入らない限り治らないでしょ？そして、勉強してなくっても、治療したらもういいよね、それで。治療に入るためになぜ治療が必要なのかっていう勉強、不要だよね。だから、ね、もう、さっさと治療に入ろうよって呼びかけるんだけど、そんなつまんないことに関心ないですって人がほとんどなんです。私は自分の病を治すことよりも、いろいろなものを獲得して実現して夢を叶えるということが大事なんです。いやいやいや、病のまま実現しようとしてるから実現が遠のいているんですよって言ってるんだけど。ね、順序が逆だよって、まず治ってからやろうよ、やりたいにしてもさ、っていう。はい。ということで、通じた？僕ら病気だよ。で、僕がね、ここで昨今ご紹介しているサンガっていうコミュニティは、こういったことを一生懸命学んでいきましょうっていうレクチャーの場ももちろんあるんだけど、レクチャー以上に大事なのは、ここで一緒にね、この依存症治療をやっていこうよっていう仲間の集いなんですよ。はい。でね、もう一回ちょっと出そうかな。はい。共有切っちゃったね。はい。はい。で、悟りっていうのは、達成だとか、獲得っていった類のものじゃないです。で、まだまだこの精神世界に関心を持って触れられてる人たちを見てですね、いや、違うんだよ、違うんだよって感じることいっぱいあるの。それの最もたるものが、悟りを達成しよう、獲得しようっていう発想なんですよ。で、それっていうのは、今日の世界観のまんま言っているから、どこまで行っても妙も玄も見えてこない方向性なんです。で、そのね、先に進もうってことじゃなくて、元に戻ろうと。で、元に戻るって何かっていうと、治癒だとか、回復っていう方向なんです。はい。
で、私はですね、得意というか、やってて楽しいのもあって、どちらかというとこれまでもうずーっとこのレクチャー寄りのお話ばっかりしてたんですよ。ね。その治癒だとか回復の方のね、治療の方って、ちょっと活動としてあんまりしてなかったんですよ。なんですけど、時代も変わってきて、そして、サンガでもね、安倍敏郎さんが昨年末から本当にもう意識が切り替わって、もうレクチャーはいいと。もうダイレクトに、もうつまんなかろうが、ね、わかんねえって言われようが、ね、もう治療そのものに入っていきますっていうフェーズに切り替わったんですね。はい。そういうのもあって、昔のレクチャーものをこうしてね、YouTube の方でちょっとご紹介したりとかっていうふうなことを、しているんですけども、はい。で、僕ね、そっちの治療の方、で、それっていうのは世の中的にはね、セミナーというよりも、ワークショップだったりだとか、リトリートだったりだとか、そういうものになっていくわけですよ。で、そういうのってちょっと宿泊型になったりだとか、ね、知らない人たちが一度に集ってなんか一緒のことやりましょうだとか、そういうの僕はあんまり好きじゃなくってっていうか好きになれなかったんでずーっと避けてきてたんですよ。ね、リトリートあっても僕に会ったことってあんまないでしょねえ。そしてこういう、治療の方って、そういう施設を用意したりだとかさ、プログラムを用意したりだとかって、なんだかんだ提供するのにすごくお金がかかるのよ。で、僕、個人事業じゃないですか。そこまでね、たくさんの人を集めて、そういったお金のかかることとかって提供しようがなかったんですよ。で、そこまで好きなことでもないし、いいかって僕はこのレクチャーの方、楽しいからずっと続けていくよ、みたいなところがあったんですけど、やっぱり私にもちょっと意識の、変容が起きておりまして、そんなこと言ってられねえなと。ちょっとこっちの方にも、そろそろね、やってみようかなと。もう嫌だって言ってるのも、ね、これはある種の執着だから。僕もちょっと新しいことにチャレンジしようと。そういうことになりまして、はい、ここからは、私、この活動を始めて、もうだいぶ経つんですけど、はい、新しいことにチャレンジいたします。はい、この、治癒、回復、実際に、やろうということで、はい、合宿のご提案でございます。で、よく考えてみると、僕は、オンラインコミュニティもやだって言ってた時期があるし、YouTube もやだって言ってた時期があるんですよ。で、それを一つ一つ、やってみようかから始めて、形になっていってるんで、今回もそうなってくれたらなと。そして、ここで、いけるぞとなったら、ちょっと、ね、これに限らず、ちょっと、時期ずらしてね、また別なところでだとか別な時期でみたいなことをやりたいとも思ってます。はい。とはいえもう初めて僕はね、こういうことやるんで、クオリティはあんまり期待しないで。はい。ね、一層セルフリトリートしようかなって。いや、それが、いいと思いますよ。うん。方向性ちゃんとね、特に参加メンバーはね、ここら辺のことも話、聞いて、自分なりに工夫で考えてもできると思うんですよね。で、ただこの YouTube ご覧の方なんかは、そっちの世界観とかも知らなくて、で、どういうふうに休めてったらいいんだろうっていうね。で、参加メンバーはね、もう少し気持ち悪い、用語でね、このことによって、ね、
精霊が存分に動けるようになるんですよ、だとかっていう、そういう言い方の方がもしかしたら、サンガには通じるのかもしれないけど、ね、この精霊っていう言葉の響きに慣れがないとすごく気持ち悪い話になっちゃうからね。僕たちの自然治癒力、そのね、悟りってのは、本来僕たちが持っている健全な状態のことなんですよ。ね、そこへの回復に向けてのプログラムです。はい。とはいえね、僕ね、どっかのリトリートに参加したことすらないのよ。で、言ってみれば、僕がぶっ倒れて、うんさんからあれをしてみよう、これをするな、いろんなヒントをもらいながら、実体験の中で、こうやって、精神って回復していくのかっていう、そこを、皆様にご紹介できればなという回です。はい。ということで、本日いかがでしたでしょうか。はい。この回復ないことには、さっき言ってた幸せの見出し方のステップアップも、やっぱりまたその今日のね、その自我に引きずられた解釈で、誤った道に行きそうになっちゃうんですよ。だから先にもう、樽を知るを、監督しようっていう勉強よりも、回復を優先させませんかっていうご案内です。はい。で、別にこのリトリートに参加しないと回復できないよとか、そういう話でもないからね。はい。ということで、何分ぐらいやったんだろうな。また、今回ちょっと、短いかもしれないけどもね。はい。それでもなんだかんだやっぱり1時間ぐらいになってんだね、ちょうどね。はい。直近のご案内で、っていう方多かったと思いますけども、本当に参加できる方だけ参加していただければと思います。とはいえ、本当少人数で、やりますんで、先着になります。もう埋まってしまったら、それはそれでごめんなさい。ちょっと次回以降にということで、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ではですね、そういうことで、はい、この後配信を終えた後、いつものご案内、概要欄に書きたいと思います。はい。それまでちょっとね、お待ちください。ということで、またよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。はい。なんか YouTuber っぽいぞ、終わり方が。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。せばねー。